私はアサルトインターセプター、白兵戦をするスペースマリーンである。これ、はよたたんかい。この人はブレードガードベテラン。私の師匠であり、加減知らずでボコボコにしごかれてる。めっちゃ手抜いとるわ失礼な。まさか一発も返せないなんて。ほんまな、わしなんざこの世界で大したことないケンマリーンや4に。ケンマリーンって、歴代最高峰の剣士、ジギスムンドなんかとは比べ物にもならんやろうよ。ジギスムント？ジギスムント知らん感じ？はい、聞いたようなないような。そら弱いわ。なんすかいきなり。よく聞け、ジギスムントっちゅうんはな。歴代マリーン最強の剣士や。どうや、驚いたか。そんな有名人知らなかったなんて恥ずかしいです。せやろ、ほんでマリーンの英雄言うたら銃弾飛び交う戦闘や艦隊での作戦とかがどうしても多くなるが、ジギスムントの武勇のほとんどは怠慢による決闘がずらりと並ぶ。あとブラックテンプラーに、かなりでかい影響を残しとる。と言いますと？そもそもブラックテンプラーはインペリアルフスとの後継戦団言われとるが、インペリアルフスとの中でも特に好戦的、熱狂的だった者たちがジギスムンドの元へ集められてできた戦団。それこそが今のブラックテンプラーのひな形や。もしかして、ブラックテンプラーに剣士とかが多い理由って？せや、間違いなくマリーン最高剣士の影響を受け取る。やばいっすねジギスムント。ブラックテンプラーは総主張おらんからな。ジギスムントが初代大元帥なわけやが、ブラックテンプラーに与えた影響はかなり多く、剣士体なのはジギスムントの影響やし、母性に変えることなく戦場から戦場に、ずーっと戦い続けるのもジギスムントの思想からや。ジギスムントの影響力凄まじいですね。鎧が黒いのもジギスムントの影響でな、彼がローガルドルンから皇帝の大刀剣士として選ばれた際に黒く塗られたんや。黒といえば境界観と同じ色ですね。せやな、おそらく意味もそれに近く、死はそばにあり、肉体が朽ちても信仰は折れぬ、そういう意味合いでは同じやろうな。鎧のカラーまで影響を与えたんですか？ブラックテンプラーだけちゃうぞ。実は皇帝大刀剣士は他の戦団にもおってな。そうなんですか？これは敵軍の最も強い奴を倒せって任務を担わされる。それはもう名誉職や。確か、中隊代理戦士かなんかいう名前で、ミニチュアにもなってた気がするで。そんな役職まであるとは。ジギスムントの話やブラックテンプラーの話になってどんどん2点3点しそうやがな。はっきり言えるのは、ジギスムントが剣豪すぎて怠慢好きなマリーンみんな憧れたっちゅうわけや。実際、ジギスムントはどれほど強かったのでしょうか？勝ち星は要件あるけど、話してたら止まらんからな。相手負けた話でしたる。なぜ？負けた相手は、かつての親友、相馬町、大マスターと得意な相手ばっかやからや。一つずつ聞かせてください。よう聞いとけ。まず最初に黒星つけたのは、ワールドイーターのカーンや。確かワールドイーターって、あの白兵血統大好きコーン信者ですよね。せや、裏切る前からワールドイーターは、剣闘士文化で育ったアングロンとこのやからな。しょっちゅう決闘で腕っぷしを競い合ってたから、剣豪のジギスムントなんかはまあ歓迎されたみたいでな。カーンと互いに腕を競い合っては親睦を深め、ジギスムントを黒騎士と呼んだり、戦場だけでなく、ワールドイーターの闘技場にてそれはもう震え合ったらしい。なんというか、騎士物語の友情のようですね。互いの技術や風習も教えたりしたらしくてな。手首に鎖を巻く習慣もカーンから教わっており、今のブラックテンプラーへ継がれてるほどや。その話やばいですね。混沌に落ちたものからの影響があの戦団に残ってるなんて。せやからここだけの話やぞ。わかってます。その後は知っての通り、ワールドイーターは混沌に寝返ってしまうわけやから、悲しくもジギスムントとカーンは一騎打ちすることになる。悪魔の力によって強化されてたんと、親友へ剣を向けるのに迷いがあったんか。ジギスムントはカーンに敗北してしまうんや。もともと拮抗してたところで混沌の力を得た親友となると、やはり。ところがその後にリベンジする機会あって、迷いを捨てたジギスムントは剣の技術のみでカーンを殺したんや。ジギスムントすげえ。この戦いで、もろもろの混沌兵を決闘にて叩き切っていった言うんやから、まあ凄まじいわ。そんな人が、あと2回も負けてるんですか？相手もえげつないからな。2度目の敗北は相馬町フルグリムや。相馬町と戦って生き残ってるんですか？それだけでもすごいやろ？吸っても手も足も出んかったらしく、総主張ローガルドルンが助けに入って命を取り留めたんやが、敗北とはいえ、この戦いでは敵の将軍を倒したり、精鋭を相馬町車で押し切ったんは評価されたらしいで。負けてなお株が上がりますか？負け言うてもプライマークは上級悪魔倒しおるからな。人間と像以上の戦力差や。戦い生き延びただけでも相当なんですね。せや、実際わしも幸運の上級悪魔と戦って生き残っただけで株上がったしな。そういえばそうでしたね。3つ目の敗北はアバドンや。ケイオスマリーンの頂点じゃないですか。せやな、まあこの時戦ったアバドンはまだ野心掲げたばかりで混沌パワーもりもりちゃうかったんやとか、そないやからか、ジギスムントと対峙したアバドンも、敬意込めて勧誘したらしい。
混沌勢からも敬意持たれるとか、本当に強いお方だったんですね。ああ、せやがまあ言葉は不要と決闘し、二人はバチバチにやり合ったんやが、さすがに1000歳超えのジリスムントが体力的な振りが現れ始めてな、あえて隙を見せ、そこを切り込んできたアバドンをカウンターに一発、胸に突き刺したんや。勝ってるではありませんか。んや、アバドンもそこで根性見せて、ホルスの鍵爪でジリスムントをバッサリや。突き刺されながら死に物狂いのカウンターを。胸を貫かれ瀕死のアバドン、真っ二つのジリスムント。両者死ぬ寸前やが、アバドンが生き残り、それでもジリスムントには敬意の言葉を投げたんやとか。ジリスムント氏が、どれほどに優れた剣士か伺います。な、マリーン最高峰の剣士がどれほど大きい存在になるかよう分かったやろ。はい、ですが、混沌の者も相当な腕前なのですね。勝手なイメージですが、もっと暴落無尽な戦い方かと。とこ気づいたな。この時のアバドンはまだ、ドラクエン中、アバドンを象徴するデーモンウェポンはなかった。つまり、剣の腕だけでジリスムントとやり合ってたってわけや。結果は胸を貫かれて敗北やが、ジリスムントが策を取らせるまで至った。それはアバドンの、純粋な剣能でもジリスムントに近いもんってことや。そして今は、ドラクエンを持っている。ああ、しかもこのドラクエン、形状は定まってない兵器らしいが、アバドンが扱うと剣の形として収まっとる。ってことは、そんだけアバドンも剣へのこだわりがあるいうことなんやろな。ジリスムント級の腕で、ディーモンウェポン振り回しますか。そうなるな、んなもんやからアバドンは上級悪魔野郎が総主張野郎が戦える。有名なんやと、マルネウスカルガー閣下もアバドンとの一騎打ちでやられてもうとる。カルガー閣下って怠慢伝説かなりありますよ。アバター、ブラッドサースター、ロードオブスカル、スオームロードと、一般マリーンやと絶対に勝てんのに勝っとるわな。そのカルガー閣下倒すって。まあだからわしが言いたいんそこな。はい。マリーンの歴代最高峰の剣士がおって、それ倒すやつもおって、そいつはあのカルガー閣下を倒す。剣術強いってのが、決定的な強さの比重になっとる上に敵に軍配が偏ってる。混沌だけやない、オルクにもタウンにも剣豪みたいなのは普通におって、マリーンが決闘に負けることかて普通にあるんや。わし勝てた人事やない、かつてはジリスムントの再来とか過剰なよいしょされてこの職ついとるけどな。戦場で何歩も苦渋飲まされると、いやでもそれが過大評価やったって突きつけられる。師匠ほどの方がおっしゃるなら、恐ろしい説得力です。わかったら稽古の続きや。はい、なんや？師匠が出会った中で、一番強い剣豪はどんなのでしたか？正直思い出したくないけど。まあ。ぶっちぎりで、ドラツァールやろうな。ドラツァール？一言で言えばジュカーリ。いやエルダリ一番の剣術使えちゃうかな。あの種族で一番の剣術家と？あくまでわしの感想やがな。エルダリって、マリーンと違って役職はっきりしてんやが、マリーンは戦術みんな収めてるから、アサルトインターセッサーしてても、作戦とかによっちゃヘビーインターセッサーも担当するやん。それこそがマリーンの万能的な強さを支えてます。対してエルダリやジュカーリって、それぞれのエキスパートがおる感じでな。そん中でインキュバス中、拷問や銃より、剣で相手をねじ伏せることに人生全部突っ込んだようなんがおるねん。剣でマウント取ることに特化したと。言い方は最低やけど大体そんな感じ。大まかに言えばジュカーリは相手が苦しませてエネルギーにするような連中やしな。なんという嫌な種族だ。しかしこの宇宙エルフどもは、まずもって人類より神経が優れてる境、常人手術したアスタルテスで神経速度が同等かそれ以上、その上で細長い歴史の伝統を権利としてる。知的生物の最高峰みたいな連中、と昔教えられただけありますね。せやから何のインキュバスの隊長各一人に、マリーン5人が壊滅させられたなんて話ある。っていくらなんでも差がありすぎませんか。嘘や思ったら YouTube でラプターって調べてみたらええわ。それ非公式のファンアニメではそんな嫌なやつで最強のインキュバスがドラツァールやねんけどな。こいつ一人でカストーデス3人切り倒してるらしいねん。カストーデスを帝国近衛兵団な。皇帝の遺伝子直々に受け継いで、背丈はマリーンを超える3メートルの超人兵士ですよね。アーマーはターミネーターアーマーかそれ以上の硬さで、白兵得意ってルールのケイオスマリーンを一方的に蹂躙できるな。記録に残っとるんは、近接戦だけでカストーデス3人を一人で仕留めたっちゅう話や。3人を一人で？しかも詳しい戦闘経過が残っとらん。せやから余計に気味悪いねん。過去に似たようなことをしたのって、ノルン・エミッサリーとかいう、ハイブマインドが要人暗殺用に生み出す巨大生体兵器ですよね。せや、巨大怪獣がやったような真似を、わしらより小さい剣士一人がやりおった。あれですか？アバドンみたいに同士討ちを狙ったとか、あるいは剣以外で。詳細はわからん言うたけど、正面からの戦いやったらしい。でドラツァールに負傷があったとは聞いてない。負傷なんで生きてるんですか？ああ、そらな。ロイが突破されました。敵はたった一人です。まさか、奴はドラツァール？
全員この場から撤退しろ。バルハラさん、王様のはキングだ。この私をもってしても奴を止めることはできんだろう。そんな、大天使最強と言われたあなたが、ギリスムーンと再来と言われたあなたが、ブラッドカースターを買った一人で立ち回りバルハラの。主将って異名多いですね。信用してくれるならすぐに動くんだ。仕留めきれなければここを爆破し道連れにする。ならば我々のお供します。ならん、万が一にでも私が仕留め損なった時、脅威を知らせるのは何時らの役割だ。さあ、急げ。大天使最強のギリスムーンと再来と言われたバルハラのなんとかさんの覚悟を無駄にするなー。バルハラのなんとかさん死なないでー。来たか。毒ガスや、この基地全部に10万しとる。どう逆立ちしても勝てんかんの、先に行く、せいぜいやばい手脱出すやえ。粉お先。境界艦、撃退した。多分輸送船乗って移動してるから迎撃してくれ。了解。基地から派手な船が出て行ってる。多分あれだな。落としとく。やっぱマリーンの死んだふりは便利やな。来たねー。何を言うか、誰も死人出さんかったんやぞ。いや、てか、毒ガス大丈夫なんですか？わしは先に解毒剤打って、鎧も密閉し、生命反応を消すために仮死状態なっといた。それ自分で起きれるんですか？鎧の自動蘇生剤や。皇帝陛下もそんな使い方するとは思ってなかったでしょうね。ほんまな。てか一回も剣交えてないじゃないですか。何をもってそんなビビり倒してんすか？いやいや監視カメラで門番のマリーン倒してるとこ見たんやけどな。すり抜けただけでマリーが倒れた。おい、そこのシーン、巻き戻せ。恐ろしく早い斬撃。わしでも見逃したわ。ディアマってこれどういう動き意味わかんないんだけど絶対勝てないわ。あかんわ。マジでこの基地こいつ一人に全滅するわ。シャレならんて。死んだふりしてやり過ごし、味方に報告やな。おい汚いぞ三剣士最強ギリスムーンとの再来バルハラのなんとか。んなもん勝手に周りがいを取るだけや、生き残ったもんが一番最強なんじゃ。でも今回一度も戦ってないじゃないですか。バカモン、戦う前に実力を瞬時に見定め全員逃がしたんや。おまけに奴はダクトから逃げたが、あそこは迷路みたいになっとるから時間稼ぎもバッチリや。市民も出さず点数で勝ったんやぞ。ミニチュアゲームやったら完勝やぞ。確かに、ミニチュアゲームでも死んだふりが欲しいくらいに思えてきた。せやろせやろ。まあ、さすがに情けないとは思うけどな。あくまで命と戦場を天秤に置いて勝ち誇っとるけどな。こんなん人に話せんよ。じゃあこの話って。おう、当事者以外知らんから内緒な。強くなります。語り継がれるような武勇を背負えるくらい。じゃあ稽古再開するか。はい、よろしくお願いします。そういえば、お前、同期でどの程度なんや？はい、実は同期には誰にも勝ててません。まだまだ死ねんなこや。